こんにちは、たかしです。本日は8月26日土曜日、週末ですので、来週26日からのポンド円、そしてドル円の相場の見通しをしていきましょう。最初にお知らせです。FX 初心者の方に向けて YouTube メンバーシップで基礎力アップ動画を毎週配信しています。トレードを基礎から学びたい、もしくは学び直したい方はぜひご利用ください。では前半はポンド円、後半はドル円をやっていきます。まずはポンド円の冷やしからですね。現在は冷やし、過去はずっと上昇していて、ここ直近は強く下落、そして現在はその調整の上昇中というところで、再びここからの戻り売りがどこで入ってくるのかっていうのを見ている最中です。一旦は GMMA の青帯ぐらいまでの上昇を考えたんですが、現在はこの黄色の点線付近でずっと上値を止められてますよね。そしてここで買い足ではダブルトップみたいな形にもなってきておりますので、この金曜日の下落がここのダブルトップからの下落の初動になるのかどうかっていうところを見ておきたいです。もちろん GMMA の青帯ぐらいまで戻してくる可能性もあるので、ここからもう一段上昇してくるっていうところも視野に入れておきたいですね。週明けはここからダブルトップで下落するのか、もう一段上昇してから GMMA に接触するような動きをしてくるのかというところに注目です。では4時間足です。4時間足は GMMA が今までずっと下向きだったものが、ここで収束して反転してきているんですね。ちょっとわずかではあるんですが、若干上向きになってきているっていうのが現状です。もちろん GMMA 今収束してますので、当然下抜けてここから下落していくっていうことも考えられますし、先ほど冷やしではダブルトップということも言ってました。ここですね。この高値とこの金曜日の高値、このあたりでのダブルトップっていうところが考えられますので、今チャートをちょっと大きくしてますが、こんな感じでするとダブルトップが見やすくなると思います。ですので、この辺からの下落、現在はそこでの下落になっておりますので、このまま下落していけるのかどうかっていうところを見ておきたいですね。ただ GMMA の青帯で今サポートされている風な感じも受けます。こんな感じですよね。GMMA のサポートがあるのであれば、ここから上昇していく。今 GMMA はわずかに上向きですので、ここから上昇していくっていう、そういうことも考えられます。ただ先ほど言ったように、冷やしの GMMA がすぐ上にありますので、上がったところではまたすぐに売られやすくなるというような相場ではありますので、週明けここから下落していくのか、もう一段上昇してくるのかっていうのを先ほど冷やしで言いましたが、4時間足で見てもそんな感じに見えます。まずは GMMA の青帯が今上を向いてきているので、ここからの上昇、一旦の上昇になるのか、それともストキャスティクスは下落中ですので、金曜日のこの下落が初動となって、もう一段大きく下落してくるのか、下落してきた場合はこの白い水平線、188円付近までの下落を考えておきたいです。では1時間足です。先ほど4時間足でのダブルトップと言っていたのが、この高値とこの高値だったんですね。ただ1時間足で見るとまた別のダブルトップ、こことここが見られますよね。ですのでここからの下落になるのかどうかっていうところですね。1時間足はかなり方向感なく動いてます。こちら側は GMMA が下向きで下落トレンド、これ高値を切り下げてきてますよね。そこから一旦高値を切り上げて上昇すると見せかけて、現在はダブルトップで下落中というところで、最終的にはこれ GMMA の青帯の下にありますよね、ここ。ということは、ここから週明け下落していく可能性は考えておいてください。そして逆に GMMA の青帯の上に乗せてくると、もう一度この高値を目指しに行くと考えたいですね。ただこの高値目指してくると、今度はトリプルトップになってきますので、ここからの再びの下落かというところですね。このあたりを見ておくとトレード方向感が分かりやすいかもしれません。では次はドル円を見ていきましょう。こちらは 61.8% という黄色の点線に到達できずに下落してきておりますね。この強い下落で、そこからの戻り売りが入ってきている格好です。ただここに赤い水平線がありますので、このあたりで今下げ止まっている。今週この辺でずっと止まってますよね。この辺も意識されてますので、今この赤い水平線の144円前半っていうところは意識されてますので、もしここで下げ止まるのであれば、週明けはこのあたり、この白と赤の水平線の間でのレンジ、144円から146.5付近の間でのレンジと考えておきたいです。ストキャスティクスは安値圏付近にありますので、金曜日強く下落してきたので、月曜日もここから続落する可能性もあるんですが、現在地付近から売っていくのは優位性がありません。では4時間足です。4時間足は上昇から今下落に向かっている途中ですね。ここからこのまま下落していけば、この安値ですね、142円付近を目指して再び下落していくと考えられます。ただ先ほど言ったように、この赤い
い水平線 144.2 付近で現在は止められてますので、週明けここから反発するのか、それとも下抜けてくるのかっていうところを見ておきたいですね。下抜けてくると先ほど言った142円、そして140円ぐらいまで下落する可能性があります。そしてもし上昇してきた場合は、基本的に今 GMMA の青帯で上値を抑えられて下落をしてますよね。こことかこことかこことか、ずっと GMMA の青帯で上値を抑えられてますので、上昇してきても再び GMMA の青帯で上値を抑えられて下落っていうことも考えられますので、まずは今安値圏にありますので、一旦の上昇を待ちたいですね。そして今までの動きですと GMMA の青帯で上値を抑えられて下落という、そういう動き方が想定できますので、その動きを待って次の下落の流れに乗っていくっていう、そういう考え方をしておくと分かりやすいと思いますので、まずは一旦の上昇を待つ、そこからの再下落という、そんな考え方ですね。そしてもちろん金曜日安値を下抜けてくると、先ほど言った142円ぐらいまでの下落が考えられるので、その流れに乗っていくという感じでしょうか。では1時間足です。こちらもポンド円と同じく方向感が分かりにくいんですが、基本的には下落トレンドになっております。ただ結構戻しも大きくつけておりますので、下落したと思ったら大きく上昇して、また下落して大きく上昇してっていうことを繰り返しておりますので、しかも結構な値幅動いているんですよね。ですので、トレードは引きつけてやっていかないと、打ったと思ったら結構上昇したとか、勝ったと思ったら結構下落したみたいな動き方をしておりますので、その辺は注意が必要ですね。現在は木曜日の高値、金曜日の高値でのダブルトップからの下落になっております。ただ現在地は先ほど見たように安値圏ですし、またストキャスティクスも安値圏ですよね。ですのでここから売っていくのではなく、一度上昇を待ってからの下落をイメージしておくといいと思います。先ほど4時間足の GMMA に接触しての下落っていう話をしましたが、1時間足も同じですね。木曜日、金曜日は GMMA の青帯上抜けてますが、今までずっと GMMA 付近からの下落、この辺りもそうですよね、になっておりましたので、そう考えるとやはり月曜日も一度上昇を待って GMMA の青帯で上値を抑えられた付近からの下落っていうところを見ておくと良さそうです。それでは本日は以上です。この動画が分かりやすいと思ったらいいねとチャンネル登録をお願いします。そして最後にお知らせです。ノートのメンバーシップ会員を募集中です。毎朝更新の相場分析に加え、週末には分かりやすいスキルアップ動画を投稿してます。FX で勝てるかどうかは知識量の違いが決め手です。週末動画でどんどんその知識を蓄えていってください。FX を基礎から学びたい、知識レベルを上げたい、そんな方のお悩みを解決します。また、ノートでは有料マガジンを含め複数の視聴プランをご用意してます。ノート限定の掲示板機能ではリアルタイムな相場の気づきも投稿してます。ノートメンバーシップは初月無料です。また、限定動画だけをご希望なら YouTube メンバーシップでもご視聴いただけます。詳細は概要欄をご覧ください。それでは今週もトレードお疲れ様でした。来週も一緒に頑張っていきましょう。たかしでした。バイバイ。